よし。よし、でかい。よし。おー、光り輝いてるよ。来た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 。来た。おい。おはようございます。今日は2026年2月の3日火曜日、大潮です。トラフグの初陣に行ってきます。集合1時間前に来ましたが、平日なのにもうほぼ席埋まってます。ここだね。取りましょう。今日の席は左側の友から2番目3番目です。ルル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 ル
皆さんこんにちは、杉田千尋です。社長です。おはようございます。今日は、千葉県勝山港の前丸さんからトラフグ釣りに挑戦します。また今年も来ましたね、この時期が。例年はね、3月ぐらいからスタートすることが多かったんですけれども、もう今年は待ちきれず来ちゃいました。前丸さんではですね、2月の2日、昨日が乗り合いのトラフグ船の初出船日ということで、年々トラフグのシーズンの開幕も早くなってきてるんじゃないかなっていうような感じなんですけれども、昨日はなんと最大 2.6 キロの大きなトラフグも釣れたということで、白子まで 800g 入ってたらしい。期待大なんですけど、今の時期はやはりノッコミのバクバク食ってくる時期のトラフグに比べると少しテクニカルな時期にはなってくるんですが、その分タックルだったり仕掛けを工夫しながらどうやって当たりを出せたのかとか、どういう風に釣れたのかっていうところを2026年のトラフグ開幕速報として皆さんにお伝えしたいと思います。釣れなきゃボツだけどね。釣れたからこの動画が上がってるっていうこと。そういうことですね。そういうことです、はい、ということで頑張っていきます。今日使っていくタックルなんですけれども、いつものノッコミシーズンに比べたらすごい感度重視、当たり重視のものを選んでます。竿がステファーノ SS の M180 の2使ってまして、リールがバルケッタ F カスタムの 150DH 使ってます。 P ラインなんですけれども、バリバスマックスパワー PEX9 レンジマスター船の1号、リーダーがバリバスハードトップ船ハリスの4号をつけてます。一広ですね。今の時期とにかく当たりが繊細みたいなので、いつもよりも P にもこだわっていこうということで、今回こちらの P を選んでいます。で、こちらの P が普通の P と何が違うのっていうと、まずポールのスピードが9本寄りになっていることで、普通の8本寄りの P よりも全然速い。なので着乗りじゃないんですけれども、他の人よりも早くトラフグがいるそうに仕掛けを落とすことができるんじゃないかなと。あと昨年カワハギ釣りでも実感をしたんですけれども、こちらの P がすごく感度がいいので、もうほんとチチっていうここにトラフグがいますっていうのをすぐに察知していきたいっていう希望を込めてこのタックルになっております。なのでカワハギ竿を使って、かついつもは電動リールでやることが多いんですけれども、手巻きリールにして今回はこの感度重視のタックルでやっていきたいと思います。仕掛けなんですけれども、ほとんど去年と変わらないような仕様にはなってるんですけれども、今時期はまだカットをつけた方がいいということで、ワイヤーのカットをつけています。重りがルミカの攻略カスタム進化をつけてまして、その下に針吉三徳針の40ですね。ノッコミの時期は60つけてるんですけど、少し小さめの針のサイズにしました。もしこれでもちょっと大きすぎるなと感じたら、もうワンサイズを落としたいなと思ってます。ワイヤーは自作で作りました。長さがだいたい餌つけたらちょっと3、4センチぐらい垂らしが残るかなっていうような感じの長さにしてあります。こちらもちょっと長さが合ってないなと感じたら途中で変えたいと思っています。カットのサイズは特大サイズですね。このような仕掛けでやっていきたいと思います。餌は2種類用意してきました。アルゼンチン赤エビをバクバクソルトで締めたものと、あとイワシの輪切りですね。基本はアルゼンチン赤エビでやっていきたいと思ってるんですけど、なんか当たり出ないなと思ったらちょっとイワシもつけてやってみたいと思います。で、水中はね、25から30メーターぐらいが昨日メインでしたんでね、森は25でも25号でもね、大丈夫です。で、ワイヤーカットがついてる仕掛けの方がね、いいと思いますけど、昨日は9匹上がってしてね、7匹は食わせの針にかかっちゃってたんで、なんともね、カット
がなきゃダメっていうことはなさそうですけどね。そっちの仕掛けのがいいかと思います。で、ベイト反応の周りについてるのでやっていきます。昨日はね、当たり棚はね、最寄りから4メーターぐらいまでが多かったです。これね、たまに巻き落とししてる人でが当たり出しましたんでね、落とし込みで下から7メーターとか8メーターで当たったって人もいましたんで。そこよりある程度やってね、当たりがなかったら必ずね、10メーターぐらい巻いてゆっくりね、誘いかけていくのが一番有効ですから。そこのほど置きっぱなしにしてるだけだと昨日見てた感じ当たり出ませんのでね、いろんなのチェックでしてみてください。ポイントまで1時間15分ぐらいかかりました。アクアラインのすぐ近く帰ってきてる。寒い。一度寒い。これはもう家で絶対にエビを剥いてこないと、ここで剥いたらもう凍えてしまう。しかも凍ってたら剥いてきてよかった。とりあえず最初はエビを3つつけてみます。ここから4メーターぐらいまでね、29。はい、釣りスタートです。ドキドキする。水深は30メーターですね。10メーターぐらい巻いてね、巻き落とししてくださいね。ベイトのね、上の方にポツポツって反対の反応が出てきたり、好きなとこから4メーターぐらいまでの間で、そこ1で当たったって人もいれば、上の方のがたまに感じられるって人もいたし。で、タモ入れが必要そうだったらね、かけたら早めにやってくださいね。水面まで来ても待ってる間にみんなバレちゃいますから。軽トラでね、抜ける方は抜いちゃって構いませんけどね。もうこっちの何個が出ましたんで。がそうだったらね、かけたらすぐ言ってください。やっぱり廃業を挑んでいっぱい当たりが出てくるって感じではないですね。うち今うち上がりましたか？今船で1匹上がったみたい。いいな。29ですか？ありがとうございます。ちょっと上か。ちょっとイワシをつけてみることにしました。とにかくいろいろ試して何で当たりが出るかをまず見つけないとすごく大変ですね、状況が。ベイトがね、そこからね、やっぱ3、4メーターずっと出てますんでね、巻き落としはその上からね、6メーター、7メーターぐらい巻いて、たまに誘いかけてってみてください。そして結構ね、上手回った方がネタの反応は多いんでね。さっきよりだいぶ竿先が見やすい状況になりました。こっち風がちょっとないのかな。ちょっとなんだ。さっきもう全てが疑惑のはい、入れときましょう。お願いします。ありがとうございます。食べます。28メーター、そこから4メーターまでやってください。よく食べるね。釣り始まって2時間半ぐらい経ちましたけども、天中でまだ1匹で厳しすぎる展開です。社長、お来た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 。置き玉にしてたら嘘。来ました。貴重すいません。ダメが来ちゃったじゃん、入れといてください。言われますよ。すいません。はい、大丈夫です。ありがとうございます。案外。わかめおにぎり取って。よく食うね。お前に言われたくないんだけど。よし。来た？来た？うん。来た？来たよ。タモいる？お！よし、でかい。よし。
今さ、そう今地に渡ったんだよ。それでお前の方見てたら俺の方が来たの。多分それがこっち来た。ふざけてるよそれ。横取りしたでしょ。わ、すごい。でもでかいよ。今来たの。本当に。知ってるよ。それで俺も見たの。やべやべ、俺の方に来るかもって言ってたの。ふざけてる。おお。光り輝いてるよ。中型だよね。大型ではないけど。ちょっと白子入ってるかもしれない。かもね。早く血抜きしよう。ちょっとへこんじゃってんだよね。この腹がもっとタフッとさせてほしいんだけど。あ、気をつけて口は。あ、いいよ。すごい。置き竿してたでしょ。起きてたよ。来る時には来る。いる棚にはいるって感じですね。一応もう一枚取って。またもう一個でも。ほら、もう早くやんないとさ、もう時間ないんだから。それを。いやでもすごいよ。よくぞこの状況で。なんかちょっと中層で変な当たりしてるな。嘘でしょ。嘘でしょ。来た？来たよ。おお。軽トラ。社長。いや、本社長がポンポンってもう一匹釣りました。東京湾のトラフグは確実に開幕してます。めっちゃ可愛すぎ。見てほら。ちいかわより可愛いよ。もう待ってだけ。だから落とし込み等はしてないね。その試合の時にもうその層で待ってるだけ。そうって具体的にどの辺で待ってるの？ 2 メーター。連れ出したようなタイミングの時に、もう2メーターのラインで全集中して見てる。今当たったよね。当たったよね。今当たった。なんでこっちに来ないのって。ああ、どんどん上がりだした。今がチャンス。25から海底30までの間にね、こっちがプツプツってくるとね、餌取られたり当たり出たりしてますのでね、非常にあと20分ぐらいで終わって待って。社長がすごいすがすがしい顔してやがる。できれば今日のうちに開幕したい。でも乗っ込みと大差ないよね、釣り方は。はい、出ましたね、最後ね。こっちの高さはね、今年から決まりできたんで、終了でお願いします。申し訳ないです。ほとんど同じ人が釣ってると。右前だよね。はい、じゃあお疲れ様でした。これで持っていきますんでね、味付け方をしてください。明日も頑張ります。ございます。2日目です。昨日2匹も釣った社長はすがすがしい顔してますね。今日は釣ってくださいね。なんか対策練ってた？船長が10メーターぐらい巻いて落とし直してって、だいたいまあ3、4メーターぐらいのところに反応がある。それを繰り返して。で俺の隣の人もちいちゃんもやってたじゃない。だから周りがやってるから俺はその層で止めてる。置き竿してたよね。そう。まあ別にあえて置き竿したわけじゃなくて、他が誘ってるからここだけ置き竿にしてる。他と違うことしてる。2日目やっていきましょう。はい、釣り場に到着しました。昨日と同じ川崎の方のオフからスタートです。アナウンスで当たりないですって他の船で。昨日よりも全然見やすいね。風がないから。そこから3、4メートルの当たりが出ましたね。当たった。よし、来た。来たの？よいしょお待たせしましたね。また餌取られてんだよ。モーニング当たり取れた？取れました。どれぐらいできまし2たか？から3で船長言われたらやってて、上から落とし直して、もうそこに全集中。そこでずっと待つ。3で全集中。なるほどね。ないんで餌こっちああ、取られたの？出たんで。だってもう餌取られて。じゃあ逃げる。早く。ナイス。
ほら見て。なんでかけらんなかったんだよ。社長は幸先いいスタートを切りました。釣り開始してまだね30分経ってない。来るタイミングが一緒なんだよね。そうだね。いつものノリで来てたみたいな。うわ、今ね当たったんだけど、刺されたかなかった。そこから2メーターでなんかこうやってやって多分落とした時にバキッてやられた感じがあって見たら餌がなかった。だからもう一番は今当たりきましたねとか上がりましたねって聞いた瞬間はもうその2から3の間で全集中。先生伸ばした。大丈夫だ、大丈夫、まだだよ。私がさ、虫が釣れなかったら幻の2日目になるかなと思ったのに、風に釣れなかったから幻にならなくなった。太一の社長の当たりからは船中で当たりが出なくて、なんか状況的には昨日よりももしかしたら厳しいかもしれない。来た。はい。おい。泣きそうになってる。昨日と一緒でネチネチずっとやってたんだけど、興奮しすぎた。本当になんか上から落とした時に結構当たりが出ることが多かったんで、ネチネチやってたらもう当たりがあったのは明確に分かりました。なんだっけ。ダルマスマックスパワー VX9、レンジバスターね。長い。すごい当たり分かります。長い。釣り始めて2時間半ぐらい経ったんですけど、朝と状況は変わらず、本当にたまに当たりが出るかなっていうような状況です。なかなかトラフグの食うスイッチを入れるのが難しい。美味しい餌はここにありますよ。食え。当たった。本当に？餌がなかったら信じよう。ほら。本当だ。ゆらゆらさして、要は昨日に釣ってた人の真似だよね。でなんかこうゆらゆら美味しいの食えみたいな感じで上げて下げたところで止めるって待つっていう。こんだけ魚いないとスイッチ入れないと無理なんだろうな。おお、すごいすごい。おい。もう一個出ましたね。すいません、ありがとうございます。ニトラメ。やったー。ニートラメです。今日はもうちーちゃんは言う権利があります。昨日とは状況が打って変わって、今日はね多分動かしてた方が当たりが出しやすいんだと思います。上からトン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 、この捕獲したトラちゃんのスイッチが入ったっていう感じでした。途中の岩刈りに気づいた、なんかいるかもみたいな時から分かるから、そこからもう止めずにそこまで持ってって、そこで止めた瞬間にバクッと食わせたような感じで、なんか反応があったりなかったりっていう明確じゃない時は誘いを入れてないとスイッチが入らないってことだね。そうね、待ってるだけじゃなかなか難しい。今何回かやってて当たりを出せたやり方っていうのが見えてきたので、ちょっとやっていきたいと思います。
これはね、昨日トップで5匹釣った方が結構細かく誘ってるよっていうのを聞いてたんで、それをもとにちょっと今日やってみたやり方が、今のところ3回4回ぐらいと当たりが出てて、そのうちで2匹釣れてるのでちょっとやってみたいと思います。仕掛けが着底したらまずゼロ前線の状態でちょっと待ちます。で待って、特にフグの気配がなかったらちょっと軽く合わせて、それでもいなかったら50センチぐらい最初巻きます。でそこからふわふわ系で誘っていきます。一番上までゆっくりふわふわ誘ったら、また下までゆっくりふわふわ落としていきます。なんかイメージはね、カワハギの宙ぶりみたいな動き、なんかあんまこういう動きトラフグでやったことなかったんですけど、結構今当たってますね。で下まで落としたらだいたい10秒ぐらい止めます。で気配なかったらまた50センチ巻いて、でまた同じ動きを繰り返してやっていく。でまたふわ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 やって待つっていうのを50センチ刻みにだいたい4メーターから5メーターぐらいまでやって、でまた当たりがなければさらにプラス5メーター分巻いて、そこから10メーターのところからまたそこに落として同じ動作を繰り返すっていうので、なんとかこの動きを出してトラフグのスイッチを入れるっていうやり方でやっていってます。カワハギの時もない？なんかさ、ふわふわさしてんのにさ、当たりはあるけどかけられないがさ、トラフグだとカットがついてるからかけられるんだよね。この動きで魚を寄せられるようにすれば、あとはもう全力で引っ掛けるっていう。今の早めの時期はもちろんのこと、やっぱりこのお金の時期でもこの人と違う誘い方というか、周りの状況を見て使うのにはすごい有効なんじゃないかなと思います。残り1時間ぐらいです。の抜け勝ちぐらいで今当たり出ましたね。1人かけてます。嬉しい、最後のチャンスタイム。あ、釣れた。お、でかい、でかい。いいサイズが上がった。面白かった。前から2番目を。まあまあ。いい流しだよ。はい、ということでお疲れ様でした。なんとかトラフグ釣り開幕戦釣れてよかったです。まもなくね、港に移行しますんでね、忘れ物がけないようにね、今一度身の回り確認して降りれるように荷物をまとめておいてください。はい、ということで自宅に戻ってきました。今回釣ったトラフグなんですけれども、3日寝かせました。お刺身でいただきたいと思います。この時期のトラフグは1年の中で一番身が美味しい時期ということでお刺身にすることにしました。産卵期の前で身に一番栄養が詰まっていて、かつ水温が低いのでキュッと引き締まったコリコリの食感が楽しめるんだそうです。早速切っていきたいと思います。今日は半身だけいただくことにして、残りはまだ取っときます。薄皮を取りました。美味しそう。トラフグのお刺身完成です。お疲れ様でした。乾杯。では早速いただきたいと思います。さすがにトラフグ旨味がすごいありますね。気持ち食べるの早かったかなっていう感じで、若干水っぽさは残ってるので、残りのやつはもう2日3日ぐらいは寝かせた方がいいかもしれないけど、コリコリ感はすごくあるし、3日と思えないぐらい味がありますね。確かにこの時期が一番美味しいって言われる理由は分かりますね。もちろん詳細フグとか赤目フグとかとも味は全然違うし、言ってしまえば天然のトラフグですから、お店で食べるのと同じか、もしくはそれ以上に濃いフグが食べられます。味がしっかりあるからお寿司とかしても美味しいかも。残りのトラフグの刺身は後でゆっくりいただくとして、最後にまとめをしたいと思います。今回のトラフグ兆候はシーズン開幕したてということもあって、
やはりテクニカルで当たりを出すのがすごく難しかったです。社長も言っていましたが、船中に気配がない時ほど周りがどういう動きをしているか、誘っているのか誘ってないのかっていうのを見て、周りが誘っていればあえて誘わない、逆に誘ってなければ誘ってみるっていう形で少しの変化をつけてどうにか当たりを出していくっていうのがすごく大事なポイントだと思いました。船長が最後の最後までトラフグを探してくれて、1日目2日目ともにラストの流しでもトラフグが上がっていただけに、そこを釣りきれなかったのはちょっと反省点だなと思っています。トラフグの当たり自体はやっぱりすごく繊細なので、感度がいいタックルっていうのもすごく重要だと思いました。今回私が使用したバリバスマックスパワー PX9 レンジマスター船は今年の4月発売予定となっています。これから春になるにつれてどんどんトラフグも大きくなってきて、まだまだ期待値が高まってくると思います。また私も挑戦したいと思っています。ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またねー。